50代になってから新NISAの話題をよく聞くようになり、自分も何か始めた方がいいのかな。でも今更始めてももう遅いのではないか。月3万円くらい積み立てても老後資金の足しにはならないのではないか。そんな風に感じてなかなか一歩を踏み出せずにいませんか。結論からお伝えします。50代から新NISAを始めるのは遅すぎるとは限りません。ただし20代や30代と同じ感覚でとにかく長期で放置すればいいと考えるのは危険です。50代からの新NISAで大切なのは月3万円を積み立てることそのものではありません。もっと大切なのは途中でやめない仕組みを作ることです。生活費が足りなくなって売りたくないタイミングで売らされないこと、暴落が来ても家計が壊れないこと、そして自分の生活に合った金額で無理なく続けることです。お金と自由の航路へようこそ。船長です。今日のテーマは50代からの新NISAは今更遅いのか、そして月3万円のような現実的な金額からどう老後資金を整えていけばよいのかという話です。最初に確認しておきたいのは50代の不安は決しておかしなものではないということです。投資の本や動画を見ると早く始めた人ほど有利、長期でも手羽持つほど複利が効くという話がよく出てきます。それ自体は間違いではありません。ただその言葉を聞くほど50代は少し苦しくなります。もっと若い時に始めていればよかった。もう時間がないのではないか。今から少額で始めても若い人には追いつけないのではないか。そう感じてしまう人も多いと思います。そしてその不安が強くなると人は両極端に触れやすくなります。一つはどうせ今更無理だと何もしないまま諦めてしまうことです。もう一つは時間がないからと焦って大きなお金を一気に投資へ回してしまうことです。この二つはどちらも50代にとって注意が必要です。何もしなければ物価上昇でお金の価値が少しずつ目減りする可能性があります。一方で焦って大きく投資すれば相場が下がった時に生活を守れなくなる可能性があります。だから50代の新NISAは若い人が同じようにとにかく積み立てればいいという話ではありません。増やすことと守ることの順番を間違えないことが大切です。若い世代であれば暴落が来てもまだ何十年も働く時間があります。毎月の給料が入り相場が戻るまで待つ時間もあります。でも50代は違います。役職定年、定年退職、再雇用、年金開始までの期間、親の介護、自分や家族の健康、家の修繕、車の買い替え、こうした支出や収入の変化が近い将来に見えてきます。つまり50代は投資で増やすことだけを考えるのではなく、いつ使うお金なのか、どこまで現金で持つのか、どこから運用しても良いのか、ここを先に決める必要があります。ここを間違えると相場が下がった時に本当は売りたくない資産、生活費のために売らされることがあります。投資で怖いのは相場が下がることだけではありません。もっと怖いのは下がっている時期に生活費や急な支出のために売らざるを得なくなることです。例えば老後のためにと思って余裕資金だけでなく近く使う予定のお金まで投資に回してしまう。その直後に相場が大きく下がる。さらに家の修繕や医療費、親の介護費用などが必要になる。そうなると本当は回復を待ちたいのに安いところで売らざるを得ません。これが50代以降の投資で特に避けたい状況です。ここで私自身の経験も少しお話しします。私はNISAやiDeCoを遅れて始めたわけではありません。旧NISAもiDeCoもジュニアNISAも制度が始まった頃から使ってきました。なので50代になってから慌てて投資を始めたという感覚はありません。ただ投資そのものを始めた頃は
株といえば個別株という感覚が強くありました。株主優待が魅力的に見えたり、知っている会社だから安心だと思ったりして、個別株を中心に見ていた時期もあります。当時は今のように低コストの投資信託や全世界に分散するインデックス投資の考え方を最初から深く理解していたわけではありません。だから今振り返ると、もっと早くその考え方を知れていたら、もう少し遠回りせずに済んだかもしれないとは思います。一方でNISAやいでこう続けてこられた理由もあります。一つは生活費とは別のお金でやっていたことです。毎月の生活費、近く使う予定のお金、家族のために必要なお金、そうしたお金まで投資に回していたら、相場が下がった時に落ち着いても来続けることは難しかったと思います。もう一つはNISAやいでこう短期で勝負するものではなく、制度として長く使うものだと考えていたことです。上がったからすぐ売る、下がったからすぐやめる、そういう感覚ではなく、生活に無理のない範囲で制度を使い続ける前提で考えていました。この経験から感じるのは、投資で大事なのはただ早く始めることだけではないということです。何に投資するのか、どのくらいの金額で続けるのか、生活費と投資のお金をきちんと分けられているのか、そして相場が悪い時にも途中でやめずにいられる設計になっているのか、ここが本当に大事です。では50代から新NISAを考えるとき、まず何をすればよいのでしょうか。最初にやるべきことは投資商品を選ぶことではありません。まずは生活を守るお金を確認することです。毎月の生活費がいくらか、半年から1年、できればそれ以上の生活費を現金でも出ているか、近い将来に使う予定のお金が投資に混ざっていないか、ここを確認します。特に大事なのは、投資額を決める前に自分の毎月の生活費を知ることです。生活費がわからないまま投資額だけを決めてしまうと、本当は月1万円がちょうどいい家計なのに、無理に3万円を入れてしまったり、逆に本当はもう少し積み立てられるのに、不安だけで何も始められなかったりします。だから私は投資額を決める前に、まず毎月いくらで生活しているのかを見ることが大事だと思っています。その上で固定費やサブスク、なんとなく続けている支出を見直す、無理なく続けられる金額が見えてきたら、その範囲で新NISAを使う。この順番が大切です。例えば、数年以内に使う可能性があるお金があります。車の買い替え、家の修繕、医療費、親の介護、子供の支援、退職後から年金開始までの生活費。こうしたお金は、相場によって増えたり減ったりする場所に置くべきではありません。必要な時に必要な金額で使えることが大切です。だから新NISAに入れるお金は、生活防衛資金や近く使う予定のあるお金を分けた後に残った余力から考えるのが基本です。ここまでを分かりやすく言えば、3つの財布に分けて考えるということです。ただし言葉そのものが大事なのではありません。生活を守るお金、近く使う予定のあるお金、長く育てるお金、この3つを混ぜないことが大切です。この整理ができていない状態で新NISAを始めると、投資そのものが悪いわけではなくても、家計にとって苦しい投資になってしまいます。では月3万円という金額はどう考えればよいのでしょうか。ここで大事なのは、月3万円が誰にとっても正解という話ではないということです。月3万円がちょうど良い人もいれば、月1万円の方が現実的な人もいます。5000円から始める方が無理なく続けられる人もいます。逆に家計に余裕があり、生活防衛資金も十分にあるなら、もっと多く積み立てられる人もいるでしょう。つまり大切なのは金額そのものではありません。自分の家計に合った金額で途中でやめずに続けられることです。
月3万円という数字は、あくまで考えるための一例です。ただ、月3万円を積み立てると考えると、自然と家計を見直すきっかけになります。固定費を払いすぎていないか、使っていないサブスクはないか、なんとなく続けている支出はないか、毎月の生活費はいくらなのか、こうしたことを確認するだけでも、老後資金の不安は少し整理されていきます。少し想像してみてください。毎月3万円を積み立てると決めたものの、実は毎月の生活費をきちんと把握していない。なんとなく大丈夫だろうと思って始める。最初の数ヶ月は順調に見えるかもしれません。でも、固定資産税、車検、家電の買い替え、親の通院、子供への急な支援、こうした支出が重なると、投資を続けることが急に重くなります。すると、せっかく始めた新NISAが、安心を作る道具ではなく、毎月のプレッシャーになってしまいます。これは本末転倒です。新NISAは、生活を苦しくしてまで続けるものではありません。未来の安心を作るための制度なのに、今の生活を不安定にしてしまったら、意味がありません。だから、50代から始める人ほど、投資額を決める前に、生活費と予定支出を見る必要があります。自分は毎月いくらあれば普通に暮らせるのか、どこまでなら投資しても不安にならないのか、どの支出は減らせるけれど、どの支出は大事に残したいのか、ここまで見えてくると、月3万円という数字も、ただの目標ではなくなります。自分の家計に合っているのか、少し背伸びしすぎているのか、逆にもっと余力があるのか、判断できるようになります。ここで大切なのは、節約を我慢大会にしないことです。家族との時間、健康のためのお金、日々の満足度を支える支出まで、全部削って投資に回す必要はありません。長く続く投資は、生活を壊さない範囲でしか続きません。そして、ここが今回一番伝えたいところです。投資額を大きくすることよりも、続けられる形にすることの方が大事です。月5万円を始めても、半年で苦しくなってやめてしまうなら、それは良い設計とは言えません。月1万円でも、家計に無理がなく、相場が下がっても続けられるなら、その方が長く続く可能性があります。投資は、最初の金額で勝負が決まるものではありません。途中で退場しないこと、家計を壊さないこと、不安になって売らされないこと、この3つを守れるかどうかが、50代からの投資ではとても大切です。50代からの新NISAで、やってはいけないことも整理しておきます。1つ目は、生活費まで投資に回してしまうことです。2つ目は、退職金やまとまったお金を、何も分けずに一括で入れてしまうことです。3つ目は、よくわからない商品を、なんとなく選んでしまうことです。4つ目は、暴落した時に耐えられない金額で始めてしまうことで、新NISAは、とても便利な制度です。でも、制度が便利だからといって、誰にとっても同じ使い方が正解になるわけではありません。50代から始めるなら、増やす前に、まず続けられるかを見てください。相場が下がった時に、生活費は足りるのか、積み立てを続けても、家計は苦しくならないのか、急な支出が出ても、投資資産を売らずに済むのか、ここを確認するだけで、投資の安心感は大きく変わります。投資で大切なのは、一番良いタイミングを開けることではありません。一番高い利回りを狙うことでもありません。自分が続けられる形を作り市場から退場しないことです。特に50代からは、一発逆転を狙うより、守りを固めながら、少しずつ育てる方が現実的です。月3万円でも、月1万円でも、5000円でも、家計に合った金額で長く続けられるなら、それは十分に意味のある一歩です。そして、それを続けるためには、新NISAを始める前に、自分のお金の全体像を見ることが大切です。貯金はいくらあるのか、退職金は入るのか、年金はいつからいくら受け取れるのか、
毎月の生活費はいくらか、今の資産は何歳頃まで続きそうなのか、こうした現在地をざっくり確認しておきたい方、概要欄の無料ツール、お金と自由の航路ナビも必要に応じて使ってみてください。生活費や年金、貯金や退職金、運用資産などを入れることで、自分の前提を整理するきっかけになります。もちろん、未来を正確に当てるものではありません。でも、頭の中だけで不安を膨らませるより、数字にして見える形にする方が、次の行動は考えやすくなります。最後に、今回のポイントを整理します。一つ目は、50代から新NISAを始めても、遅すぎるとは限らないということです。二つ目は、若い世代と同じように、とにかく長期で放置すればいい、と考えるのは危ないということです。三つ目は、生活を守るお金、近く使う予定のあるお金、長く育てるお金を混ぜないことです。四つ目は、月3万円はあくまで一例であり、本当に大切なのは、自分の家計に合った金額でいい。途中でやめない仕組みを作ることです。50代からの新NISAは、一発逆転の道具ではありません。老後資金を少しずつと整えるための道具です。焦って大きく増やそうとするより、生活を守りながら、無理なく続けること。これが、50代からの投資で、一番大切な考え方だと思います。この動画が少しでも参考になった方、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。これからも、50代からのお金の不安も一緒に整理し、自由な未来へ向かうヒントを一緒に学んでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。